こんばんは、新パイロットきよきよです。前回はヨークのアルファライトをご紹介しましたが、今日はその相棒となるデバイス、ハニカムブラボースロットルクワドラントライトをレビューしていきます。スロットルは欲しいけれど、上位モデルのブラボーはボタンやレバーが多すぎて使いこなせるか不安。そう感じていた方に朗報です。このライト版はブラボーの代名詞である自由自在なカスタマイズ性を維持しつつ、よりシンプルに、そして手に取りやすい価格で登場しました。今日もアタッサショップさんから提供いただいた実機を使って、その使い心地を徹底検証していきます。まずは中身を見ていきましょう。同梱物はブラボーライト本体。取り付け用のベースプレート、クランプ2個、そしてここがブラボーシリーズの真骨頂ですが、ジェット用とプロペラ用の交換用のレバーハンドル一式がしっかりと揃っています。そして USB とフラップの構造を取り替えるためのブラケットがあります。寸法については幅、奥行き、高さがそれぞれ 33.8 センチ、28.5 センチ、22センチです。私が普段利用している上位版と比較してみると、ライト版には配置に変更があります。まず、ギアレバーは左から右へ移動しました。トリムホイールはスロットルの横から本体側へ。オートパイロットやライトの操作スイッチ、フラップのレバーはライト版では廃止されています。新しい追加装備としてエアバス方式のパーキングブレーキが追加されているのが目を引きます。操作可能なレバー軸は6本から4本に減りましたが、レバーを動かす際の適度な重みやカスタマイズの自由度は上位版からしっかり継承されています。設置方法はアルファライトと同じく、ベースプレートをクランプで固定する方式です。ベースプレートの上にこのように乗せ、本体裏面にある2つのスクリューを締めてあげれば完成です。吸着のパッドはありませんが、スロットルの操作は基本的に押し、引きの動きなので、クランプの固定だけで安定感は抜群です。力を入れてレバーを倒してもびくともしません。このデバイスの最大の魅力は、飛ぶ機体に合わせてレバーを自由に組み替えられる点です。例えばセスナのような単発機なら、スロットル、ミクスチャー、フラップレバーで3本。バロンのようなプロペラ機なら、スロットル、プロペラ、ミクスチャー、フラップで計4本。そしてボーイングやエアバスのような2発のジェット旅客機であれば、赤いトガスイッチやリバースレバー付きの本格的なスロットルに付け替えることができます。ジェット用レバーは上位モデルにはないボーイング737を模したデザイン。これ上位版のユーザーの私から見ても正直羨ましいと思えるほどの出来栄えです。ライト版になっていても、このガチャガチャとレバーを入れ替える楽しさが削られていないのは本当に嬉しいポイントです。各レバーは上位モデルと同じようにアイドルポジションで一度止まり、スイッチで動くリバースエリアがあります。マイクロソフトフライトシミュレーター側で設定すれば本格的な運用が可能です。さらにフラップレバーも進化しています。上位モデルでは単なるレバーでしたが、ライト版ではレバーを少し持ち上げて後ろに下げるという操作感まで再現されています。フラップのカバーを外して段差付きのものに付け替えれば、
上位版にはできなかった段差付きのフラップも再現することも可能です。もちろんレバーの抵抗も自分好みに調整可能です。操作に必要なプロファイル設定、デバイスの LED のドライバーについては公式ページで配布されています。設定のコントロールを開いたら、航空機のコントロールと特定のコントロールに新しいプロファイルを作成します。作成したら航空機のコントロールの歯車マークを押してインポートをクリックします。ダウンロードしてきたエアクラフトコントロールをクリックして開くを押します。そして同じように特定のコントロールの歯車マークを押してインポートをクリックします。今回は 737MAX 用をダウンロードしたので、一番上にあるプロファイルを選択して開くを押します。これで準備完了です。PMDG737 でこのコントローラーを使いたい場合は少しだけ変更が必要です。まずは先ほど作成したプロファイルを複製しておきます。名前は適当で構いません。スポイラー軸の歯車マークをクリックします。そして反転軸のチェックを外します。次はギアレバーの設定です。動画にあるギアレバーの展開・収納の割り当てを反転させます。これができたら右側にある歯車マークをクリックして、展開と収納両方でリリース時の制御設定にチェックを入れれば OK です。この2つの割り当てを追加しておくことで快適に動かせるようになります。実際に2024で飛ばしてみました。やはり物理的なレバーが手元にあるという安心感はマウス操作とは比較にはなりません。特に着陸直前の細かいパワー調整が直感的に行えるようになります。上位版にあるオートパイロットパネルがないことを心配されるかもしれませんが、最近の機体はコックピット内の計器をマウスで直感的に動かせますし、外付けのスイッチパネルを別に持っている人ならむしろ本体はスッキリしている方がいい。スロットル操作に特化している分、デスク周りがコンパクトに収まり、飛行に集中できるという側面もあります。あえて気になった点も挙げておきます。一つはレバーの最大数。双発プロペラでスロットル2本、プロペラ2本、ミクスチャー2本をすべて個別に動かしたい。またはボーイング747やエアバス A340、MD-11 など3つ以上のエンジンを個別に動かしたいというこだわり派の方は、6軸以上ある上位版のブラボーを検討した方が幸せになれるでしょう。もう一つはギアレバーの配置。右側に配置されているため、左席に座るレイアウトだとスロットルレバーを回り込むように手を伸ばす必要があります。ただギアは頻繁にいじるものではありませんし、副操縦士席でのトレーニングやヘリユーザー、あるいは気にしないという方なら問題ないレベルです。さて、気になるお値段です。アタッサショップさんでの国内価格は税込み 34,500 円です。上位モデルのブラボーが約5万円であることを考えると、半額近い価格でこの操作感が手に入ります。複雑なスイッチ類は画面上で操作するから、とにかく高品質なスロットルレバーが欲しいという方にとって、このブラボーライトは現時点で最高の選択肢の一つと言えるでしょう。アルファライトとセットで揃えても上位版1台分くらいの予算に収まるのが最大の魅力ですね。ちなみに USB の数が足りない人は、ファニカム公式の USB ハブが販売されているのでチェックしてみてください。ケーブルをきれいにまとめられます。気になった方は概要欄のリンクからどうぞ。次回はフォックストロットエイビエーションスティックをご紹介する予定です。ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
それでは、良いフライトを。